彼がやってることはその場に集中してこの聴いてくれてる人たちの反応を見ながらベストな音楽を彼で作り出すっていう完全なるプロフェッショナリズムだった。このデトロイトテクノというものをちょっと混乱の渦に巻き起こしてると思うんだけど、それは2人が望むことだったの。2度目の再会はですね、そこから 4,5 年後かな。またちょっとオーガナイザーさんにお誘いをいただいて、本当デリックいいからっつって誘っていただいて、また西麻布で、じゃあちょっと今度お顔出ししますって言って寄せていただくんですね。今度は朝方じゃなくて、ちょっと顔出す予定だったんで、多分2時とか3時、ピークタイムに行ったのかな、もうちょっと後かな。したらやっぱり本当にすごくって、流れる音楽っていうか、彼の DJing がすごすぎて、すぐ帰ろうと思ったけども、ちょっともう止まらなくて踊ってたんだよね。そうしたら彼が DJ ブースからフロアの私を見つけて、豆電球を確認しに来たの。よく覚えてたよね。私もう絶対忘れてると思ってたんだよね。だって 4,5 年前だし。そしたら覚えてて、DJ ブースに連れて行かれてっていうのが2回目の再会なの。で、1回目に、ノーって言ってちゃんと止めてくれてるので、結構信頼していて、その点は。から、そっからデートをスタートするけど、多分ね、日本では会ってないんだよね。初めてのちゃんとしたデートが、彼がその時にやっていた、デトロイトでもともと起こったムーブメントっていうイベントがあって、で、それも同じ自動車工場地帯であるトリノに持っていったイタリアの一大国家イベントみたいなのがある。その詳細はここに貼っておきます。ね。それが終わった直後にトリノにおいでっていう話になって行くことになる。で、このムーブメントが何かとかは私はその当時は全く分かってなくって、今動画を出すために調べたら、こんなすごいイベントだったんだっていうことを、分かったんですけど。つまり彼は DJ としてだけっていうよりも、そのイベントの立ち上げから全てを総括してアンバサダー的な立ち位置で、国家の、イベントにもするぐらい。なぜならばここで40から50億円動いてるからね。実はトリノに行って、その次の日のランチが、この、ムーブメントのワンオブザメインスポンサー、ビッグスポンサーのカッパの社長とだったの。その時はそんなんカッパの社長って言われても、はい、こんにちはぐらいな感じで全然あれだったんだけど、だから滞在したのとかもそのカッパビレッジっていうところで、商業施設みたいになってるところがあるんだけど、そういうところだったんだよね。で、その社長の方が、デリックの連れとして紹介されているので、そのカッパビレッジの中にあるお洋服屋さん、カッパのお洋服屋さんがあるんだけど、そこで好きなものを一つ選んでプレゼントしますよって言ってくださって、いただいたのがこのジャケットという形になります。その後に、マンチェスターに彼はギグの予定が入っていたから、一緒についていく。で、マンチェスターで私結構その衝撃的な姿を見てですね、それが何かというと、私はその比較が日本としかできないけど、日本だと彼は神化されてて、やっぱりみんな彼の演奏を聴きたくて行くのね。彼のギグを聴きたくて行くって行くわけ。もうその酔っ払ってはもちろんいるんだけど、酔っ払ってる人もたくさんいるんだけど、そのなんていうのかな、そのあんまりお薬やってる人も私は見たことがないし、とにかく彼聴きたくて行くの。もうフロアに人が溢れてる。で、実はそのマンチェスターのクラブっていうのはフライヤーがあったからちょっと調べてみたんだけど、由緒正しいところで1500人とか入るところだった。だけどね、ちょっと申し訳ないんだけど、私が行った時のその罵声感が結構ひどくって、DJ ブースの前に20人とか30人わーって群がってるだけで、フロアなんかそんな混んでなくて、激込みとか全然なくって、みんな DJ を聞くよりも、社交場っていうか話してたり、酔ってたり、下手するとそのお薬やってたりっていうので、全然ってすごいびっくりしたの。でも、そこでのデリックの態度っていうのは、東京でギグやってる時と何一つ変わらなかった。別になんか客室とか客層がってテンションが下がるようなのだったとしても、上げ上げでデリクーってみんな来るようなすごい上がるような場所だったとしても、彼がやってることはその場に集中してこの聴いてくれてる人たちの反応を見ながらベストな音楽を彼で作り出すっていう完全なるプロフェッショナリズムだったの。すっごい驚いたの私で、やっぱりさすがエンターテイナーだと思ったのが、そのちょっと罵声感だわうわーって思ったクラブのオーナーさんが、最後デリックが帰る時にこうありがとうみたいに来てくれるんだけど、その人に向かって満面の笑顔でよかったよ最高だったよまたねっつってこうタクシーに乗り込む。でそっからホテルに行ってようやくゆっくりできると思うでしょ。のその日のギグがまた今度はアイスランドかアイルランドであって、朝7時にもう部屋を出て飛行機に乗らなきゃいけないっていうので、ホテル着いて多分シャワー浴びて一息ついて、で最後に今抱きしめたらもう行けなくなるからって言って、キスもしないで行くねっつって出てったので、日本
んだと、オーガナイザーさんが多分車でわざわざ迎えに来てくれて、全部車出してくれて、ご飯とかも手配してくれてみたいな感じだけど、ヨーロッパはそのブッキングをする人はそのデトロイトとかどっかにいたとしても、一人で行くんだよね。全部動くのか。で、これを彼は40年間続けてるわけだよね。うわーって思ったの。すごいプロフェッショナリズムだなと思ったの。私も DJ について全然わからないので、この動画を作るにあたってチャット GTP とかで調べてみたんだけど、自分とか DJ だけで2000から3000万人世の中にいて、 DJ だけで食べていける人は 0.01% 以下。特にエリック・メイっていう風な人は歴史的にまず何かの創始者、デトロイトテクノの創始者であるとか、ストリングス・オブ・ライフみたいに何十年かかってもこうずっと聴き続けられる何かがあるっていうのと、 DJ で曲流すだけじゃなくて自分の体を楽器にして別の曲を作り出せるスキルが必要ってことはめちゃめちゃ狭きようになったよね。つまりライバルなんか、言い方悪いけど山のようにいる中で常に呼ばれ続けるためには毎回毎回 200% の彼を出さないと難しいってことなんだよね。で、その理由は今言ったように何千万人いるっていうのと、人は期待をする生き物だから、もし今回のギグが良くても次回のギグがダメだったらもう呼ばれなくなるわけ。セカンドチャンスなんて多分くれない。だってそこら中にいるんだもん。それを彼は分かってるから徹底的なコントロール。例えば機内食は絶対食べないし、基本的にお魚しか食べないし、お肉とかほぼほぼあんま食べなかったと思うんだよね。基本は全部お魚なのとか、お酒もそんな酔ってるのなんか見たことない。たしなむ程度でしょ。だからジムに行ってるとか、もうタバコもちょこっと吸うぐらいで、もちろんお薬なんか絶対やらない。もう自分の体一つ、自分の技術一つで40年間やり続けるって、多分想像を絶する規律と音楽に対する愛なんだよね。彼はね、DJ が好きで好きでたまらない。I love it っていうぐらい大好きなの。多分彼の中で女よりも、ぶっちゃけ家族は分かんないけど、多分家族よりも何よりも好きなのが DJing や音楽なの。だから飛行機で眠れなくったって、子供さんのそばに小さい頃いられなくったって、バス停のクラブで客がちょっとヒットだったってやり続けるんだよ。大好きだから、ものすごいリスペクトだから。彼が DJ やるときにレコードを出して、他の DJ はちょっともう一人しか知らないんだけど、レコード出して使い終わるじゃん。いっぱいいっぱい出す。一つ一つでね、化粧筆で綺麗にしてからジャケットの中に入れる。あんな大量にレコード出すのにね、一つ一つきちんとやる。大谷翔平顔負けのものに対するリスペクトで、それはものだけじゃなくて、多分これを作るのにどれだけの人がどれだけのエネルギーと時間をかけて作ったかっていうのを分かってるから、全てに対するリスペクトでそういうことするんだと思うんだよね。これが私が見てきたエリック・メイという人間のプロフェッショナリズム。でもじゃあここだけ見たら最高じゃん。でも彼は神でも何でもない普通の人間なの。だからもちろん悪いところもいっぱいあるの。例えば今回彼においでって言われてトリノに飛びました。ムーブメントの後ね。でその後全然私マンチェスターに行くとか知らなかったから急遽行くことになって、で一応例えば最初のトリノのチケットは彼が僕が出すよって言ってたの。でもなんかうまくいかなくって、私がまあじゃあ払って立て替えて後から支払うねって言ってた。でトリノからマンチェスターに行く時もなんか彼がおいでよって言うから彼が払うように聞こえるですよ。私自分のクレジットカードで払って、で最後にマンチェスターのホテル泊まりました。でそこは私普通だとクラブ側が払ってると思うんだけど、彼が先に出てる。でもう僕が払ってるからって出てる。でもね結局ね何一つ払われてないの。立て替えたお金、その飛行機代もマンチェスターにトリノから行くその日に取った航空券も、そのマンチェスターのホテルも出て行こうとしたら払われてないですって私払ってる。だから総額いくらぐらい30万、30万、40万ぐらい私その時月50万円ぐらいの仕返ししてんのでも全部払ってくれてないので、払ってって言うじゃん。それを何回か言ったら言い過ぎって言って逆ギレするのウケるでしょ。ウケる。そういう人なの。言うてもね一番最初のちゃんとしたっていうかデートなわけで、多分まあ5年間覚えてたぐらいだからそれなりの扱いをしてくれたんだよね。だからそのカッパの社長のね会食にも一緒に行ってるしっていうところだと思うけど、でもそれなの。だから多分今回 MeToo 運動でこう彼を提訴したマイケルさん、右腕って呼ばれてるマイケルさんは相当いろいろ溜まってたんだと思うんだよね、ぶっちゃけ。でそのすごい長年30年40年のそういうフラストレーションが今回のちょうど MeToo 運動に重なって一生懸命ひょっとしたらかき集めて彼を告訴したのかなと私は見ています。
最後に一つだけ、デリックとマイケルさんに、部外者だからこそ言わせてもらっていい？ 40 年以上前、二人は共同でデトロイトテクノというものを作り上げて、デトロイトから未来の音楽であるストリングス・オブ・ライフを作り出したんだよね。デトロイトから自分たちの魂をこもった音をっていうことでこの曲を作り上げたんだよね。今でも名曲で、私はベートーベンやモーツァルトに匹敵するって思ってる、多分世界中の人が思ってるこの曲を、このエネルギーを、思いをこの曲に乗せて放出したんだよね。その時に二人が思い描いたデトロイトテクノの未来は、今のこのいがみ合う未来だったの。今二人はいがみ合うことでこのデトロイトテクノというものをちょっと混乱の渦に巻き起こしてると思うんだけど、それは二人が望むことだったの。日本はね、災害大国なの。地震も来れば津波も来る、火山も来る。311の直後にさ、デリックギグしに来たよね。俺の第二の故郷の日本ってギグしに来たよね。みんなね、いつ死ぬかわからない状況で、それでも一生懸命生きてるの。精一杯生きてる。もしデトロイトに地震があったら、津波があったら、明日死ぬかもしれない、ないかもしれないけど何が起きるか分かんないよね。でもじゃあ明日死んだ時に2人はいがみ合って死んで後悔しないの？お互いを許せずに死んで後悔しない？あなたたちが作り上げてきたデトロイトテクノというものをこの2人の紛争で怪我して後悔はしてない。多くのミュージックラバーがあなたたちを愛する人たちが悲しい思いをしたかもしれない。デリックも悲しい思いをしたと思うし、マイケルさんも悲しい思いをしたと思うけど、それで2人は満足なのかな。もしかしたら何一つ分かってないかもしれない。でも2人はこのデトロイトテクノを通して人々の魂を救ってきたんじゃないの？救おうとしてるんじゃないの？2人が長い間一緒にいて、フラストレーションや分かってもらえないもどかしさや怒りがいっぱいあって、それが積もりに積もって今の現状になってしまったんだと思う。でもこれって2人が望んだこと？ 2人は幸せ？そしてこれはあなたたちが20年前に見たデトロイトテクノの未来なの。少しだけ考えてもらえるととても嬉しい。